はい、子供をこう買い物に連れてる時最近ずっとこのアクサーマントアを赤マントははいはい、こうやっぱ結局円が大きな円ば描いてる時は、うん、だから人間パラレルに見えてしまうんですよ、うんうん、これをだから小さな円を描いたらどうなるか一周してきますよ、一周線こうやって、うんうんうんいわゆるこのタイヤに対してこれはいわゆる90度に曲がってったらもちろんタイヤも90度になるんですけど、うん、この時って外側のこっちのタイヤって90度はないんですよね。外側がいわゆる外側の今こうん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 う軸にして曲がっていったんですけど、うんうんうんもちろんこれを軸にして曲がるけんこれは90度に曲がっていくんですよ、だからタイヤは素直に横を向こうかするんですよ。でもここに対してのこっちの角度っていうのはタイヤどうなってるかこっち向いてるわけですね、うんうんうんだからこれ今この関係でこう回っていった時に一番フロントタイヤが一番素直に向きたい角度がこれなんですよ、うんだから結局グリップで走っとってもパラレルの方が曲がるような気がしますけども、うん実際違うと、うん通ってるところがこれは負荷がない負荷がかからない方向に自然に一番自然に曲がろうとする方に向くからですよね。向くからですね、はい、キャスターがついてるんで、うん、ちょっと今向きたい方ですね。ははいいはい。向きたい方を向いてる結構これがこれぐらいだったとして絶対にパラレルじゃないんですよね、うんうん角度がですね。だから何って言われればだから何って多分もうここに来られてる人は言わないと思うんですよ。いやそうです。なるほどって気づく人は気づくと思うんですよ。その時にどのタイヤをどう使うかですよね。これは逆算しないといかんと思うんですよ。はいはい自分もですね、結局走るコース、うん自分が狙うコースうんの R の大きさであったり、うんうん結局これはグリップ走行はまあこうですけどドリフトも一緒と思うんですよね。ドリフトも結局まっすぐ向こうにこう平行移動していけばそれはもうパラレルでいいと思う、うんうんこれを若干こう巻きながらこう展開してあげるときっていうのは今度またこうなってくると思うんですよ、うんうんこのタイヤの方がこう小径っていうか、うん半径が小さい方回る、うんこれ今度大きい方回るんで、うんうんまた結局こうなってくる。うんうんあとはこれのどこでその角度を答えはないっていうのが正解なんですけど結局こう実際そうなりますよと意外と気づかない。やっぱ車もやっぱそうなってるんだとこうなってたでいつも思うわけですね。はい今ので買い物してる時思うわけですよ。これはもちろんこの外側がそれ以上に切れれば頭はそっちに向こうっていう力は強くなるっていうことですよね。そうですだけもうただ外が切れとけばもう車はこう回ってきたよ、うんうんもしくはここから回ってきたよ。うんうんうんこういうアッカーマンで作っとった場合は多分平行でスーッと向こうに進んでいくと平行移動が逆に抵抗なんですよ。うんそれを必要な分に向けたらあとはもう旋回させてあげる。うんそこがでもそれを逆に平行移動させて外側を引っ掛けるといううんうんまたですねそういう技がありというところですね。なんですかね。難しいと思いますその説明だと多分まだ永井さんには難しいんじゃないかな、まあ、なんて返ってくるか楽しみですね。でもこういうことですよ。こういう意味中心にしてこう回した場合だと、うんうんこれを中心にして回した場合はもちろんこの延長線はこう絶対90度だ。うんうんうんこっちは90度ないはず。うんうんだからもう車がワイド広げれば広げるほど、もっと差が出るっていうことですね。開いた時に開いてるんですよ。はいだから普通の車一発見てこれはもっと開いたらいいとかいう普通分かるわけじゃない、うんうんでもここでいや俺はでもこんぐらいしとかもんな、いうのが好きな人は別にそれはそれでいいと思うんです、これは何っていう話じゃないんですけど、いやすごい重要なところだと思います。車は実際こうなってる。でもこの車の素直にハンドルはそう向きたいんだよって、でもわざと素直にしてないことも重要なので、なんかあっていう気づくところがあればいいなと。
から言っただけですあっていうそのあーってなるかな。日常生活に潜むなるかな今の説明で分かんない人はでどっちがいいんですかって聞きそうです。どうなってるのが正解なんですかって聞きそうです。いや正解だからそこが難しいんですよね。じゃないし、そうですね。まあ、一番結局車そうどれがいいんですかって言われたら、今隊長が言ったこの右と左の切れ方、はい、これの計算式を生み出したのがアッカーマンさんなんですよ。だからアッカーマンって言うんですよね。だから理想のアッカーマンっていうのはそのアッカーマンさんが考えた理想のアッカーマンっていうのは今の説明を計算でできる理想のだから正解じゃなくて理想のアッカーマンさんが考えた左右の切れ方っていう。多分そうですこの車が回る中心の角度位置からタイヤまで伸ばしたところの90度なんです。そこは左後ろじゃないと思います。車自体の旋回、まあそう動けば、こう動けばです、でも進んでれば、そうです進んでれば、こうなって旋回のこの R が一定の R じゃないとちょっと一瞬わからんと思う。これが R でしょだったらその時のR の線だけですね。線は区切っていく点だけです。そのここに点においての真横の90度と、そこから対して真横の90度がいわゆるそう中心点。はい。それがそこからの一番内側のタイヤまでの半径と外までの半径。はい。それの角度。そうですね。だから内側のタイヤはいっぱい切れる。円がちっちゃいからいっぱい切れる。外側のタイヤは円が大きいから内側よりも切れない。じゃないと車はスムーズに進んでいけないっていうことですよね。さっきここから回しとったのは何を言いたいかここが中心点なんで、ここから伸ばしたのの90度にタイヤがつきます。だからこっちはここにこの線の90度で歪んでます。そうですね。はいはい。これが中心に関してのなるほどですね。ここを中心に回せばどっちもそのそうですね。でもこうですね。はいはい。まあありえんですけど。回れば旋回すれば絶対に平行はありえないから、だから平行移動しかないわけです。ここは平行移動するしかパラレルはできないだそうです。永井さんです。わかるかな。カメラの位置から椅子が見えないですね。ちょうど隊長の体で。もうあのパイロンでも抜けていけるようになってるんですよ。あれればライン取りですね。ここから入って
りをしつつ、あとは間だけをそうですね。好きっすね、マジで。マジもういつで行こう。もうちょっとですね、圧力をですね、できれば。いいんじゃないですか。だいぶ昔より無駄が省けた気がするんですよね、どうでしょうか、なんか。ああ、いた。という感じですね。今日ちょっとこうなんかこう一発目からこう作るきっかけ、いわゆるここになんかある、ここにパイロンがあると思って行ったらやっぱ成功することが多かったですね。ああ、そういうイメージで言ってるんですね。今から1個目が昔は1個目があると思っていくもんだけど、なんかこうどうやってこう作っていいか分からんみたいになって、結局シューンみたいな、なったんですけど、予見がここにあると思うんですね。ちょっと構想壊さないでください。はい。構想壊さないでください。ですると、なるほど。なんかちょっと待って今の。まあ、あそこにあると思ったら今1個目ここって言ったところに乗っかっていってますよね。乗っかるけん、また当たった、もう水が入ってる俺の自分で椅子持っていったんですよ。最悪。ここにあそこにあると考えて、避けて外気にああ、はいはいはい。入れるわけです。はいはい。そう。だけどそこをめっちゃ手前にあるけん、もうちょっと奥と思ってた。そこにあるって考えて、そして避けて入っていけばいけるわけです。見えない本を1個作る。こんな感じです。どうでしょうか。参考になれば。かっこいい。かっこいいですか。かっこいいし。かっこいい。初めてブロンズのホイールをつけましたけど、いやかっこいいですね。白がチャッチャッチャッチャって回ってる感じがする。後ろからこうですね。これ車検通らんしょ。俺の車もプレッションを撮影するような。ああ、そう。さあ、今日は隊長のドライビングスクールにやってまいりました。今日は近くからちょっと後ろから撮影させてもらおうかと。なるほど。ちょっとアドバイス入れながらお願いします。結構でも、とてもどうしましょう。前は見過ぎとったです。言葉も出ないですか。言葉は今感じてますね。でもなんかちゃんと曲がる前のところをしっかりされてるような気がする。
回外に振るところですよね。車をされてるなんか分かりやすいっていうことですか、はい、後ろ走るってそうそう、まず大げさにされてるのはまず分かったんですよ。後ろを一緒に走ってると分かりやすいですよね、そういうところ。そうですね。で、私もこうあっと思うとこう置いていかれそうになるので、昔よりもその立ち上がりがやっぱ整われるっていうか、回数がやっぱある程度高いのかなっていう。なるほど。そうかですね。まあ多分結構うまくまとめられて、なんか早かったです。おお、そんなことがあるんですか。お褒めの言葉がありましたよ。そんなことがあるんですか。そんなことというか、はい、ちっちゃい R を大きくしていく感じですね。そうですね。意図的にやってるんですか、永井さん。いや、なんかそういう風になりやすくなったんですよ。今日ちっちゃい R いろいろやってるうちに。今日何かを拾ったわけですね。そうですね。今日タイヤ交換から始まって。タイヤを交換されてるんですか、これ。タイヤを交換しました。まず見てパッと見一番違うところはですよ。はい。前回までタイヤ外れかけてたんですからそうなんですよ。タイヤがカチッとはまってるっていうそうなんです。タイヤがちょっとはまってるんです。今まで入ってなかったんです。なんかホイールに綺麗にはまらずに、はい、外に外れてる状態で走られてたんですよね。いや、今ちゃんとこうなんですかね、ドライビングの技術の型にはまりですね。もう失礼なことを言ってよね。でもかなりもやっぱ車がやっぱ動かれてますね。動いてる。そうですか。はい。足とかは書いてないですよね。ですか。足とかは触ってないですよね。全然触ってない。何をしたんですか。あれぐらいです。そのさっきやった塔ぐらいです。またこの間の続きから。やられました。塔を触ったらしいです。もう触りましたよ。この間の続きから。あの後も触られたってことですか。あ、そうです。ああ、そうです。あとちょっと。やっぱりなんだろう。言われてた通りまずいろいろそうです。結局00その塔00からやり直して。はいはい。塔00だとそのためそうなんですか。揺らせ。なるほど。はい。スッと頭が入る感じをしっかり実感した後に少しずつ開いていってねじれる感じを感じるっていうね。ただでやってて今度やりすぎるとタイヤをまず変えて塔をまずどうしてみたんですか。もともとはどういう状態だったんですか。そうですね、ちょっと開き気味でした。その時はどういう車の特性だったんですか。その時はですね、ちょっと反応があまりにも鈍すぎるような感じに。どこの反応が、フロントの反応がどういうところ、どういうシーンでの。フロントを入れる、合ってるかな。フロントを入れた時の反応が遅いいっぱい切らないと車が向きを変わらないということですか。いっぱい切らないとあれダメだったね。それでも頭がついていきます外側内側ばっかりなくて先に切れてて、外側が全然まだまっすぐみたいなような塔が開きすぎててですね。はい、塔がつきすぎてさらに余計に切り出さんといかんみたいなのをちょっとずつ調節して自分にいい塩梅のところを探したしか言いようがないですけど、まだどういう感じが自分の中でいい塩梅っていう具体的にはないんですか。なんとなくなんとなく。そうです。なんでしょう。それをしていっている間にちょっとまだ感じ方でしかないんですけど、なんかこう
その先なんでしょうね、車の姿勢が決まって、その先どこにこの車が行こうとしているのかっていうのが見えたので、それの今まで見えてなかったものが見えたので、らしいらしいだいぶいい塩らしい梅なんじゃないかなっていう感じただけなんです。そう減速するときが特になんかこう軸が2つになるっていうのがよくみんな話すんですけど、その加速踏んだ時ですかね、うん立ち上がるのこうすくい上げる動作のところの軸が1個にある。うんうんなんかそのなんかそのどういう詳しくっていうのは説明はなかなかこう、分かりにくいところあるかもしれないですけど、切り始め切り直し切った後のアクセルを開けながらハンドルを戻していく時とかの軸が2個というか、なんか軸が真ん中にあるイメージですかね。で結局はねじれるっていうのもフロントだけとかじゃなくて、結局後ろも一緒にねじれれば、なんか真ん中、いわゆるやっぱ運転席コンソールボックスぐらいがこうやっぱこうなんか感じれるようなバランスセッティングじゃないのかなと思うんですよね。グリップが走っとってもなんかその運転席なんかそのフロントのエンジンをめっちゃこう後ろから押してるっていうイメージじゃなくて、なんかその車一つのまとまりとしてなんかこうなんですかね、どういったらいいんだろう、なんか加減速どっちについてもやっぱこうバランスがいいっていうか、を探す。それはこうグリップでこの走りながらでも多分分かると思うんですよね。この速度域ですら多分ちゃんと前に荷重が移り、ちゃんと後ろに戻り、自分のギアボックスっていうかコンソールボックス周辺で荷重が動いてるような。私の今日の走らせ方として自分の課題はですね、立ち上がりでやっぱできるだけ遅れない、ここ一緒の向きで加速してくる、一緒の向きでこう向こうに振って向きを変えてそっちで離れないで帰ってくる。そう走ってもらえると見てる方は見やすいんですけどね、ひっついたり離れたりされるよりは。すいません、はい、今なんか違うと考えたらそうですよねと考えたら、それをできるだけ近い中井さんが塔を触られてる時に、まずコーナーに入る時に車が傾いて、ね、頭が曲がる入る、いきなりハンドル切ったら頭が右左に動くんじゃなくて、一旦横に傾いた後曲がっていくような動作っていうんですかね、いうところをちょっとずつ調整しながら、開きすぎてたら傾くんだけど頭が向いていかないですよね、かといって塔がなんでしょうね、ゼロに近い状態になると傾く前に頭が向きが変わる、傾いて切り込んでいくと曲がっていくっていうところを探されてましたよね。はい、そしたら傾いて曲がっていこうとするから、車が曲がる方向に行く方向が車全体の流れが見えやすいとか分かりやすい、曲がっていく先が分かりやすいって言われてましたよね。なんかそんなこと言われてました。頭が入ってしまう、先に入ってしまうっていうことはブレーキがかかるっていうことなんです、いわゆるですね、外側のタイヤにですね。そうです。ブレーキがまずかかるっていうことは前に荷重がいってしまうっていう唐突に、だから横に移動させれないにくい状態になるんで、前に荷重を移すんじゃなくて横に移動するためにはまず傾けないといけない。なんで頭が入ってはいけないのっていうとそこなのかなっていう。で横にまず荷重が移動した後頭が入れば、横に行った状態で頭が入った時に横のタイヤを使いやすいと。
外側のタイヤなのかな。タイフロントタイヤの使い方、減り方、表面の感じがどんどん変わっていってましたよね。あ、変わっていきました。という感じですね。最初は内側ばっかり入ってましたね。外側の内側ばっかり減ってるんです。そうそう、外側の内側ばっかり入ってましたね。だから戸開きすぎてるんでしょうね。隊長もうカメラがもうダメですこれ。マジですか。もう月とそうそうカメラダイバー月々集めていかな。ああ、ごめんなさい。はい。はい。落ち着かれてるんですが、多分もうでも集中力があるでしょ。でも本当でもやっぱ本当腰痛のタイヤがやっぱあまり軸が2個になられることが少ないんじゃないかなって思いますね。